今日は滋賀県高島市畑地区に行ってきました。棚田の里と呼ばれるところです。ここの三叉路のところにちょうどバス停があり、村の入り口になっています。村に入ると急に坂がきつくなってきます。すぐに棚田ジャムという看板が見えてきました。後で寄ってみます。少し行くと八幡神社が見えてきました。お参りに行きます。参道は道路とは反対側にあり、一度境内の横の小道を抜けて反対側に出ます。大きな杉の木が林立していて、苔むした小道と非常に調和が取れたきれいな場所でした。参道を進んでいき、まずは手を清めます。ヘルメットにつけたカメラで撮影しているので、手持ちで少し揺れています。狛犬も心なしか笑顔で迎えてくれているような気がします。気のせいでしょうか。こちらの狛犬さんは少しこわもてです。滋賀県のこの辺りの神社は大概規模の大小にかかわらず能舞台が設置されている場合が多いです。もう少し村の奥に進んでいっています。やはり棚田の里と呼ばれるだけあって非常に坂がきついです。ここはかやぶき屋根をトタン屋根に直してられました。ちょうどペンキ塗りの最中でした。まだまだ登っていきます。小さな土地でも工夫して田んぼや畑になっています。左手に見えるのは灌漑用の池だと思います。この辺りまで登ってくると村を一望できます。コンパクトにまとまって非常に美しい村です。斜面が急なので崩壊危険地域に指定されているようです。少し降りてくるとお地蔵さんがお祭りされていました。たくさんのお地蔵さんで、お地蔵さんの姿が彫られているものや自然石がそのままのようなものもあります。
こちらにもたくさんのお地蔵さんが祀られていました。昔は乳幼児の死亡率も高く、亡くなられるたびにお祭りされたのかなとは思います。また聞いた話でしか知らないのですけれども、昔は食料の調達が難しく、生まれたばかりの子供を間引いたという話もよく聞きます。そういったこともあってお地蔵さんが多いのかなと思ったりもします。でもきちっと祀られてて、それが後世に残っているということは、この村の人たちの優しさを感じます。で、細い道を上がっていって、もう少し奥の方に進んでいっていました。随分と坂を登ってきたので、ここまで来るとだいぶ村から外れて棚田が広がっています。棚田の曲線と道路の曲線、そして山の稜線、非常に美しい景色です。村まで降りてきて、最初見かけた棚田ジャムと言われる看板の示している場所に行ってきました。何やら昔の看板が並んでいて楽しいですね。水原宏のアースの看板など見かけたのは久しぶりです。お家の玄関をピンポンしてみましたが、誰もいませんでした。仕方がないので、もう一度戻って棚田ジャムの看板のところの奥まで進んでいってみます。おそらくここでジャムを作ってられるのかなと思います。訪ねてみたのですが、誰も人影が見当たらなかったです。しかし、なぜか視線を感じます。なぜでしょう。にゃんこがシエスタの最中でした。撫でてやるとじゃれてくれるのは嬉しいのですけれども、爪が鋭いのと噛むときに思いっきり噛むので痛かったので手を引っ込めてしまいます。元気でね、猫ちゃん。ということで、棚田の里は離れて安堵川の市街地へ向かいました。安堵川の田んぼの横には何やら小さな祠がありました。右の方に見えるのは町石と呼ばれるもので、立看板があり、それには町石とは寺院等の参道に一丁前に建てられた銅標のことで、刀身傘の2つの部分からなり、高さは約 1.3 メートル。刀身は残念ながら風化が進んでおり、文面を判断することは難しい。しかしながら様式から見て室町時代に建てられたものであることが推測されるとありました。しかしお地蔵さんがたくさんある左の方の立看板にはこういうふうに書かれてありました。お地蔵さんは安易に移動や建立されるものではありません。この場所へのお地蔵さんの持ち込みはしないでください。ちょっと先ほどの村のお地蔵さんから比べると悲しいなと思いました。結局こちらの祠には何が祀られているのかは分かりませんでした。